2020年8月1日から15日までの大志田さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。8月1日から15日までの大志田さんのリーディングを行います。まずこちらにザ・サン、太陽のカードが出ております。前々回も出ていたんですけれども、7月に続きこの時期も強運の時だと思います。そして今回は合わせてザ・ワールド世界のカードが出てるんですが、前回ジャッジメントが出ていたんですね。このタロットカードって番号が振られていて、太陽のカードが19番、ジャッジメント、審判のカードが20番、そして世界のカードが21番、19、20、21と続けて出ている。この順を踏んでいる、しかも綺麗に順を踏んでいるっていうのは、あなたは導かれているっていうとても大きなメッセージだと思います。こちらにサルタビコの神様のカードが出ておりますけれども、道を開く神様。すべて起こっていることっていうのは、あなたをこの新しい時代に引っ張っていくため、古い時代から新しい時代に早く移行させるための出来事っていうふうに言われています。こちらにペンタクルの5が出ておりますが、違うカードデッキですけれども、6月前半のリーディングで出ていたんですね。ですので、この6月前半ぐらいに起こったトラブルっていうものがきっかけになっているような方、まさにお導きですっていうふうに言われていると思います。主にお金のトラブルや健康のトラブルだと思うんですけれども、でもそれをあなたは見事に解決して、次の人生のステップに入っていくっていうふうに言われています。この時期、注意していただきたいのが、エネルギーがものすごく強いんですね。何か試されてるんじゃないかって思うぐらい、すごくエネルギーが強いような感じですね。あと、ものすごく早いと思います。風のように次々と目まぐるしくいろいろな出来事が起きてきたり、早く進んでいく。ですので、しっかりと地に足をつけてくださいっていうふうに言われていると思います。このペンタクルの5にはマシュー・アーノルドの言葉が書かれておりまして、直訳いたしますと、自分自身であると決心する。そして自分を見つけ、惨めさを失うことを知る。という言葉です。他の誰かと比べるとか、そういう暇もないと思うんですけれども、あの人がこうしてるからとか、過去ああして成功したからとか、そういうことではないって言われてるんですね。他の誰かの人生ではなく、これはあなた自身の人生。誰かと比べるのはやめてくださいっていうのと、自分の直感を信じなさいっていうふうに言われています。
何かそういう瞬時の判断とか、あと過去の経験ではなくて、その時でしかわからないような判断を求められるような時になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。こちらにジェレミエール様の今を生きるというカードと、ダイアナ様のフォーカスというカードが出ておりますけれども、このエネルギー、色も違いますけれども、この何か似てるんですよね。色違いのようにすごく似ている。しかも今回シャッフルしてる時に一緒にポトって落ちてきたので、ペアで動いてるエネルギーかなっていうふうに思うんですが、この今を生きることにフォーカスするっていうふうに言われていると思います。過去の経験っていうものは、あなたが蓄えた知識っていうものは、すでにあなたの中で、あなたの細胞になって、あなた自身になっているんですね。ですので、今回すごく言われているなって思うのは、過去の経験を、過去こうやって成功したからっていうようなことを、この時当てはめないでくださいって言われていると思います。あと、過去こうしなかったから今回はこれはしないとか、そういうことですね。そうではなくて、この今にフォーカスする。今にフォーカスすることによって、今のあなた自身が直感を持って適切な判断を瞬時にできますっていうふうに言われています。ですので何かを考えるときは、過去とか未来とかを考えないで、とにかく今の一瞬一瞬っていうところにフォーカスしてくださいっていうふうに言われています。そしてこのペンタクルの5が6月前半にも出ていましたけれども、その7月でどうしても解決できなかったようなトラブルがここで解決できるっていうふうにも取れるんですが、例えば7月に解決したとしても、この時期また再燃するっていうことも言われてるかなっていうふうに思います。でもそれはこの時期、あっけなく本当に一瞬で解決できるんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらいとても強い時なんですね。でも、その強さを発揮するためには、この目を開くことが重要っていうふうに言われてると思います。こちらに Keep an Open Mind というカードが出てますけれども、このオープンすることっていうのが重要っていうふうに言われてるんですね。このペンタクルの5の絵なんですけれども、ドガのアブさんという絵なんですが、アブさんってこの乳白色でとても可愛らしく見えるんですが、アルコール度数は全く可愛くない、強いお酒の代名詞のようなお酒なんですね。それで、今回すごく言われてるなって思うのが、お酒の飲み過ぎ注意。例えば何かトラブルを機に、ちょっとお酒に頼りがちになっているとか、最近お酒を飲む量がすごく増えているとか、アルコール度数が高くなっているとか、そういうことありませんかっていうふうに言われていると思います。たとえそれが健康を害するレベルじゃないとしても、これだけ強いエネルギーの時に、お酒によって判断が鈍ってしまうっていうのはすごくもったいないんですね。こういう瞬時の判断っていうのが、あなたの人生を良くしていくのか、それとも悪くしていくのかっていうところの分かれ道の一つになってるかなっていうふうに思います。ですので、この時期だけでもいいので、お酒は控えていただきたいなと思いました。やっぱりこの絵が分かりやすいんですよね。もう目が閉じているというか、節目になっているんですけれども、でもあらゆる目が閉じているような雰囲気ですよね。目が開いているからこそ、何が必要なのか、どういう判断をしなきゃいけないのか、いつ判断するのかっていうのが直感でわかるんですね。このお酒もそうなんですけれども、今まで見て見ぬふりをしていたような健康問題っていうものが、この時期明るみになるっていうことも言われていると思います。
これだけ強いエネルギーに対して、それを受け入れて、そしてそれを利用していくぐらいの体を持っていてくださいって言われていますので、ぜひ体のケアっていうものも注意して行ってみてください。それは食事もそうですし、こういうお酒なども含めた生活習慣もそうだと思います。それでこの時期、こういう新しいステップの時に入っていくっていうことは、それだけ新しい出会いもいろいろあると思うんですね。だけれど、あなたの目が開いていないと、その大切な出会いを見逃してしまいますよっていうふうに言われていると思います。このサルタビコの神様は、道を開く神様っていうだけではなくって、縁結びの神様でもあるんですね。そしてこのサンとワールドが出ているっていうこともあるので、とても良いご縁に恵まれる時、いわゆる最高の相性の人に巡り会える時だと思いますので、ものすごくエネルギーが強い時期なんですけれども、このエネルギーの強さ、そして速さに弾き飛ばされないように、ご自身の体のケアっていうものを怠らないでいただきたいなと思いました。それでは8月1日から15日までの大志田さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。